皆さんはじめまして。宮城県気仙沼市の出身で、現在オーストラリアのタスマニアで教師をしております大塚弘子と申します。今日は防潮堤を考えるというテーマで、現在東日本大震災で被災した東北地方の太平洋沿岸、さらには日本全国の沿岸部に建設されることになっているコンクリートの巨大防潮堤について、皆さんにどうしても聞いていただきたいお願いがありまして、このビデオを作りました。被災地で反対の声を上げる住民もいる中、高台店で住む人のいなくなった土地にまで膨大な建設費をかけて建てられるコンクリートの巨大防潮堤は、一体何を守るために作られるのか。ぜひ最後までご覧いただいて、皆さんのご支援をいただければと思います。私のふるさと気仙沼市にある小泉地区には、高さ 14.7 メートル、幅80メートルのコンクリートの巨大防潮堤が建設されます。これがその防潮堤のイメージです。この防潮堤1本の建設費用は200億円。政府は総額8000億円以上を投じ、高いもので 15.5 メートル、5階建てビルと同じぐらいの高さの防潮堤を、すべての長さを合わせるとなんと370キロにもわたって、東北の太平洋岸全体の405カ所、そして日本全国の沿岸部に建設する計画を進めているのです。東北の被災地の住民、そして日本全国の国民を津波から守るための防災システムを作ることは確かに大切な問題です。地区によってはある程度高さのある防潮堤が必要になるところはあるかもしれません。しかし地勢も土地の利用の仕方も自然環境も異なる600キロにもわたる東北の太平洋沿岸地域の防災対策が、なぜ全てコンクリートの巨大防潮堤でなくてはいけないのでしょうか。もともとこの巨大防潮堤建設は、国が設立した中央防災会議専門調査会などにより、震災で破壊された既存の防潮堤の復旧を目的として、東日本大震災が起きて1ヶ月後の2011年4月から検討会議が持たれ、2011年7月にはその高さがほぼ決定。2011年の9月には被災地の各市町村に通達が届いていました。しかしそれまでの間に、地域によっては持続可能なまちづくりの一環として、より安全で耐久性に優れ、それぞれの地域に一番効果があるとみなされた独自の防災計画を立てていたところもあるのです。その一例は、海と生きるをスローガンとして宮城県気仙沼市の復興市民委員会が進めていた防災計画です。未曾有の大震災で多くの尊い命を失った漁業の町気仙沼は、環境保全型都市を目指すことを決め、津波は来るものとし、避難の意識を後世に伝え続けるための持続可能な減災計画を市民の手で進めていたのです。この計画で市民委員会は、ソフトとハードの両面にわたる津波対策として、津波避難ビルを作る提案や、お年寄りなどにも安全な避難路の整備、道路のかさ上げや高台移転、盛り土に植林をした護岸堤なども提案し、もし防潮堤が必要でも可能な限りコンクリートを使わず、自然工法、緑の防潮堤などで行うことを申し合わせるとして、2011年の9月には市議会への提出までこぎつけていました。しかしこの提言と時を同じくして、市に届いた通達は、海と共に生きるスローガンとは全く裏腹のコンクリートの巨大防潮堤の建設計画でした。冒頭にお話しした気仙沼市小泉地区の 14.7 メートルの防潮堤などは、付近一帯が津波危険区域に指定されたため、住んでいた住民は一人残らず高台移転を余儀なくされました。この防潮堤は、そのもう誰も住めなくなった土地に総額200億円もかけて
建設されるのです。これらの防潮堤の高さは数十年から百数十年に一度の割合で来ると判定された想定される津波水位に合わせて決められたそうですが、この計画が通達される前に地元住民を交えての意見交換会は一度も設けられていません。しかも通達が届いた当初、住民への直接通知は行われませんでした。そしてようやく建設予定地に住む住民だけに届いた行政からの手紙は、河川及び海岸の復旧事業に関する説明会が開かれるという告知のみ。地区によってはこの防潮堤計画の概要を説明するだけの会が一度開かれただけで住民の理解が図られたとし、現在すでに建設を終えた地域もあるほか、全国各地の沿岸部で計画が進んでいるのです。被災地でこの防潮堤計画に懸念を示す人たちは、気仙沼市のように市民有志で合計14回にもわたる防潮堤を勉強する会を開き、防災や環境分野の専門家を招いてこの計画が地元に与える影響を探るとともに、関係各省庁の担当者、気仙沼市長、そして宮城県知事に防潮堤建設再興の要望を重ねてきました。環境省の海水浴場100選にも選ばれた大谷海岸のある地区では、防潮堤再興を求める住民が署名運動を行い、3000人中1324名の署名が集まり、宮城県本吉郡の南三陸町では住民の高台移転を最優先し、防潮堤建設の再検討を求めることを可決しているのです。コンクリートの防潮堤が東北の被災地、そして日本全国の沿岸地域の貴重な生態系に与える影響、海と山の織りなす素晴らしい自然や地場産業を支える豊かな水産資源に与える影響は計り知れません。50年が寿命と言われ、中には岩手県久喜地区の防潮堤のように建設後たった20年で破損した例もあるコンクリートの防潮堤の耐久性。さらには一度建設してしまえば永久にかかる膨大な維持修理費の問題も大きな懸念です。高さ10メートルのスーパー防潮堤のあった岩手県太郎町では、被災者の数3000人中229名の尊い命が失われたのに対し、防潮堤のない桑ヶ関地区では被災者3200人中犠牲者が65人だったそうです。命を守ることが目的で建てられる巨大防潮堤は、襲ってくる津波を見えなくして避難を遅れさせるだけでなく、見えないことで生じる海との距離感の麻痺、防潮堤を越えるはずはないという安心感などから逃げる意識を薄れさせ、逆に被害を大きくする危険性を持つことを東日本大震災という痛ましい経験が教えてくれたはずなのです。そしてこの防潮堤計画は、震災という想像を絶する苦難を乗り越え、自分たちの海を愛し、海を心の支えにして、海と共に生きる復興を目指してきた住民の将来を海から隔絶してしまうのです。今日皆さんにこの話をさせていただきましたのは、それぞれの地域の自然の特性を生かしたより安全で持続可能な防災システムを築こうとする被災地の住民とともに、自らも自然とともに歩む復興を掲げる自民党政府に、もう一度この巨大防潮堤計画の抜本的な検討を求める運動のご支援をいただきたいと思ったからです。そして皆さんに一番初めにしていただきたいことは、被災地の住民を含め私たち国民一人一人の納める税金で賄われる復興予算を使って、もう住む人のいなくなった土地にまで建設されるコンクリートの巨大防潮堤は一体
何を守るのか疑問を持っていただきたいということです。そしてもう一つは、全国の沿岸部で進むこのコンクリートの巨大防潮堤計画が日本の若者、子どもたちの将来に一体どんな影響を及ぼすか考え始めていただきたいのです。もしその疑問の答えがこの計画の再検討を求めている住民と同じでしたら、ぜひ私たちの始めたオンラインの署名運動にご署名いただき、全国の皆さんへの拡散をお願いできませんでしょうか。そして日本の将来を左右するこのとてつもない計画を自分事として考え、少しずつでもいいのでできることを始めていただけませんでしょうか。これが今申し上げた署名運動のリンクです。またこの問題に関する詳しい情報は www.facebook.com/thinkseaworld でご覧いただくことができます。皆さんの熱いご支援を心からお待ちしております。